藍染師の佐々木睦子です。愛知県の岡崎市で藍染めの工房をやっています。藍って自然と共鳴の芸術だと思っていて、この色は命の色と思っています。生地を染めると染まった部分とその表面に余分な染料っていうんですか、染まった部分とそれにプラスしてちょっと余分な染料がついているので、それを落としたり、アクというものがあるんですけど、アクを抜いたりという感じです。あと洗うことによって色が冴えてきます。時間は1日に対してはそんなに長く洗わないんですね。長く洗い続けると服と一緒なんですけど生地が傷むんですよ。なんで短い時間洗って、で干して乾かして、でまた別の日にもう一度洗って干して乾かしてっていうのをもう最低3日ぐらいはします。じゃあトータル3日ぐらいはもう洗い続ける。そうですね、ものによるんですけど、色が出てこなければ短く済ますんですけど、身につけるものは特にしっかり洗います。弁天村、ラオスの弁天族の生地です。今は分けてもらった生地なんですけど、買うというか作っているところをまず見に行きたい。でそこが弁天村というところが青の民族の手織りの布と藍染めとかそういうのもやってる村なので、そこの藍も見に行ってきます。弁天族の光という作品です。にじみをうまく出すこと、中心が濃くて、にじんでるから光みたいなんですけど、これしっかり染めちゃうとただの丸になっちゃうんですよ。で中心濃くて外が薄いだけだと二重丸になってしまうんですけどそれだと光じゃない感じだったので、この中心から外に向かってブワーってする、なるべくそうなるようにしました。全然珍しい染め方ではないんですけど、
なんだろう、この一つの染めをなんか今回追求してみようって思ったんですよ。なんとなく今年光みたいなものが私の中のテーマでひたすらこれ染め続けてました。なんでちっちゃいものから始めて、でだんだんこう大きくなってきて、で最後このとても貴重な布にそれを落とし込んで、本番っていうんですかこれが努力の結晶です。すごいいっぱいあるいっぱいあります。だってこれ1個作るのにも、まず洗いだけで3日以上かかるってことですよね。そうですね、全部それはかかりますね。でこの染めるまでの仕込みも結構時間がかかるので、アイロンでこう折ってどんどん折ってこの形が出るようにしていくんですけど、なんだろう、折り紙みたいな感じ、線をきちっと角を取りながら折り重ねていく。そうですね、一番初めて染めたのがこれかな。本当だであれ全然違う、なんかいいじゃんと思って、でこれをどうやったら作品になるか、これだとまだハンカチですよね。なんでこっからこれを作品にするにはどんなものとどんな大きさ、どんな布を使うか、どの濃さにするかで綺麗にこのにじみを出すとか、そういうのを、気をつけてやりました。で途中でなんかこうなってちょっと違うんだよなみたいな、こっちだこれはこれでいいんだけど、なんかちょっと違うとかになって、本番に向けて熱を上げて、熱量を上げていってこれを仕上げたみたいな感じです。これ愛のお茶なんで、喉が渇いたら自分で飲んでください愛ってお茶にもなるんですね。そうですね。愛はもともと染めより前の歴史は漢方薬なんですよ。なんでお茶としても飲むことができます。なんか効能とかがある？そうですね。現在でも漢方薬として使われているんですけど、例えばウイルス性病、インフルエンザとかそういったものに効いたり、熱が出た時に飲んだり、あとはこれはそもそも愛の世界でずっと言われていることなんですけど、昔戦国武将が戦いに出る時に、位の高い人だけなんですけど、愛を濃い下着に染めて鎧の中につけて出たっていう話があって、それはなぜかというと、まず愛の濃い色を勝ち色というんですね。なんで縁起を担ぐ、勝利の勝ですねっていうのもあるんですけど、愛自体の効能として、雑菌の繁殖を防ぐ、戦いに出ると野宿ですよね。なんでお風呂入れない状態の時に体を清潔に保つ、あとは、虫除け効果とかがあるので、蚊とかダニとかヘビとか、そういったものを防ぐ効能があったり、あとは痛み止め、戦いに出ると刀傷を受けることもありますよね。なんでその痛み止めになり、化膿止めになり、傷が早く治る、そういったことが言われています。入れましょうか
生地って水の中に入れるとぐしゃってなるんですよ。それだと生地がムラになってしまうので、この液の中でゆっくり動かしてます。広げて中でスライドさせてます。液と当たった部分しか染まらないんですよ。なのでこの場合は無地なので全面が当たるようにこの中で少し泳がせてます。手を入れても大丈夫なぐらい安全な藍染めの液を作っているということですね。普通なんて言うんでしょう、藍染めって古いやり方から現代的なやり方まであって、私たちは天然のアクを木の灰から取るんですけど、でアルカリ性の液体を作るんですけど、それをやらない場合化学薬品でその役割を補うことができるんですね。それは結構劇薬と呼ばれる扱いになるような刺激の強いものなんで、それだと手を入れると手がやけどしたみたいになっちゃうんですよ。なんでそういったものを使っていない化学薬品を一切使わない自然のものだけでやってる藍染めなので舐めても大丈夫なんです。藍のお世話の一環で口に入れて確かめるっていうやり方もするんですよ。でもう一つは手を入れることによって藍の状態を知るっていうことですね。アルカリの高さもpH計を使わずにぬめりとか刺激の強さとか、あと味とか舐めた時の舌への刺激の強さとか、そういったもので藍の管理もこれでしつつするので、素手で染めるのもあるし、あと手の染まり具合で今日の藍がどんな感じかとかも自分なりにこう状況を
なんでしょう、お互いシェアしてるみたいな感じです。本当に愛は生きてるので日々変わるんですよ。染まり具合とか、人と一緒で体調とかいろいろあるので、その管理をするのが私たち藍染め師ですね。逆に言ったら染めは、初めての人にじゃあどうぞって言ってもできるんですよ。うまい下手とかはあるとして。でもこの藍の管理っていうのは、経験と感覚を頼りに行うので、誰にでもできるというところではないので、愛の管理者みたいな感じですかね。お世話係っていう感じですかね。で、愛はその生きてるので、今これ私と愛が一緒に仕事をしてるんですけど、一日にできる仕事の量とかも決まってます。無限に染めていいわけではなくて、この愛の力を例えば100あったら100使おうとするとコントロールをしないといけないんですよ。人間もそうですよね。働きすぎると倒れちゃいますよね。なのでその使うことも愛の年齢に合わせて量を変えたりとか、日によって何でしょう、染めるものを変えたりとかいろいろします。で、1円玉を浮かしてそれが沈まないぐらい作業は静かにするっていうのが一番愛に優しい染め方です。そうやって意識して使ってあげることで寿命が長くなります。寿命というのは、液が元気で染めれるっていうことですね。今はまだ生きているのでこの藍の花ができるんですけれど、藍が寿命を終えたり何か管理がちょっとうまくできてなかったりすると、藍が死んでしまった時にはもう花はできなくなります。で、色も出なくなります。で、一回一回をしっかり絞って空気に触れさせて発色させることでしっかりと染め重ねていく。なのであんまり絞りが甘くてジャブジャブだと仕上がりにも差が出ます。これが藍の花というもので、花はお花の花じゃなくて華道の華、難しい方の花ですね。これは私たち藍染め師が藍の管理やお世話をする時の健康のバロメーターです。なんで藍って人の一生に例えられることが多いんですけど、若い時は花がすごく大きくて色も濃いんですよ。で、今これはもうだいぶお年寄り、もう介護に近いぐらいのお年寄りだけどまだちゃんと仕事ができる状態の花ですね。なんでちょっと今はすごく小さいです。これも日々色も変わるし大きさも変わるし、密度とか質感も変わるので、今日の花はこんな感じみたいなイメージですね。そしたら次の作業に移ります。
藍染めっていうのはなんかすごくいろんな種類の藍染めがあって、今やっているのは江戸時代の色の復元というもので、藍染め業界の中でも 1% 未満と言われています。なんで 0. 何%しかない藍染めなんですね。でそれを藍の世界って一子相伝っていう家の人しか継げないみたいな文化があったんですけど、それを師匠が壊して、私たちみたいに血縁ではない弟子に教えてくれるようになったんですけど、そのことでその 0. 何%から1% に残すため、この伝統技術を残すということも一つすごく意味を持ってしています。仕事をしている理由です。これがアクト石灰、藍の日々の管理にはこのアクト石灰を使います。アクというのはさっき言ってたこのタンクに入ってる木の灰にお湯を入れてその上澄み液ですね。そちらが石灰、石灰岩、なんだろう工程によくあるそうラインを引く。これもアルカリ、どちらもそうなんですけど、藍のアルカリの調整として使います。
と染める時は静かにって言ったのにこんなガンガン混ぜちゃうって思ったかもしれないんですけど、その1日1回空気酸素を入れてあげる、やっぱり生きてるのでという意味で1日1回だけはあんな風に攪拌をします。なのでこれが毎日あるので、一度藍を始めたら半年くらいかな、終わるまでお休みはないんです。ちょっと大変ちょっと大変ですちなみに今日の花はどんな感じなんですか？いい感じですよ。バランスが取れてます。年齢に沿った今の状態のかなり最高にいい花かなと思います。良かったことはいっぱいありますね。でも本当に常に感動の連続です。もうその葉っぱから色が出ることとか、染めて綺麗に染まることとか、その色を見ていることとか、どれをとってもなんか感動があります。でさらにそこから自分の染めたものを作品として世に出させてもらうっていうのも、一人で楽しむのも一つ楽しみ方なんですけど、この江戸時代の色の復元という伝統的な色、世の中にある藍染めという少ない分野の中でも 1% 未満の色をその実際に見てもらえる機会というのを作ることができて、それを見た人がやっぱり何でしょう、感動してくれたりとかするのは本当にやっててよかったなと思います。